ブルーノート。ニューヨークのブルーノートです。はい。この店はですね、皆さん結構長い、ものすごく昔からあると思われてるかわかんないですけど、ビレッジヴァンガードはですね、1935年からですから、このブルーノートはね、意外と遅いんですね。1981年から。で、ちょうどその頃はね、マンデーナイトなんていうのはね、ジャズショーケースっていうのをやってまして、バンドが2つ出てですね、僕も何回も出ました。はい。で、まだその頃はね、こうお客さんがまだね、そんなに固定、ね、しなくてですね、ステージを右に持ってったり左に持ってったりね、いろんなねアイデアを出してですね、こうでもないああでもないってやってました。はい。で、僕が思うのに、ある日突然ですね、ブラジルのね音楽とね、ラテンかな、ブラジルのサンバかなんかそんなのをやった時にですね、なんかお客さん急にうわーっと入り出しましてね、それからなんか当たったような気がしますね。でもうね、いろんな人が出るようになってですね、もう世界にもね、いろんなとこにもねできましたしね、日本ではなんとね、東京、ブルーノート、名古屋、大阪、福岡、一時4県ありましたからね。世界ではね、僕が出たのはミラノ、イタリアのミラノね、ミラノにもブルーノートありましたしね、あちこちにブルーノートオープンしましたけど、今は残念ながら日本はね、東京だけですよね。つい最近、去年ですか、名古屋のねブルーノートをちょっと残念ながら閉店しましたしね。そんなわけで、ここはまだオープンやってます、閉まってはいません。はい。なんかね、ジャズストリームをやったりとかね、まだお客さんは入れてませんけど、まだ お店はずっと続いてます。はい。で、僕もルーさんとね何回も出ましたし、でここはですね、イーストミートウエストかな、なんかそんな感じでですね、意外と日本人のバンドをねこう結構出した時代がありましてね。で、日本人のバンドリーダーでアメリカの人も入れて、こっちの人入れて、確かサンデーブランチをねやって、いろんな人がね、日本人の人出ました。僕も出ましたしね。はい。そんなわけで、なんかこう東京ブルーノートとニューヨークブルーノートがうまいコネクションがねうまくいってまして、でそれでこうなんかね、日本人のバンドも出そうっていう動きがあったんじゃないかなと思います。はい。で、一時はですね、そのブルーノートはこっちのブルーノートで出て、それから東京で名古屋、大阪、福岡、そんな感じでね、ずーっと続けてね出た時代もあったんですね。はい。今はもう完全にね、もう全然どうなってるのかもさっぱり分かりませんけど、はい。そんなわけでね、いろんな人が出て、僕もここでなんとジョー・ウィリアムスのねバンドで、なんとドラムがフィリー・ジョー・ジョーンズね、見たことありますし、サラ・ボンもここで見たことあります。はい。あともういろんな人をね見ましたけど、あとはね、ルーさんと演奏した時の思い出がですね、ルーさんバンドとなんとジミー・スミスバンドです。はい。2バンド、初日がねどっちかが先に出て、で2日目が僕らのバンドが先に出て、こうオートナイトにしてね出ました。はい。ジミー・スミスですよ。はい。もう僕もびっくりしました。で、僕とルーさんのバンドにやった時は、そのアダム・スコーンっていうね、若いオルガニストなんですけど、いい経験ねさせてもらいました。そんなわけで、このねブルーノートもこれからですね、まだコロナが落ち着いたらですね、またオープンしていただいて、またね世界にですねいいライブジャズをね届けていただきたいなと思います。はい。そんなわけで、ニューヨークのブルーノートでした。次はですね、皆さんあんまりご存知じゃないと思いますけど、ビジオネスっていう店ですね。ビジオネス、これは80年代にねあったお店ですけど、ブルーノートにね行く前に寄ったりとか、ブルーノートが終わってからねちょっと寄ったりとかね、なかなかね、ファンキーなバンドが出てました。ビバップもね、ビバップの人たちも演奏してましたけど、どっちかというとちょっとこう新しい感覚だったかな。ブルースっぽい曲もやってましたけど、はい。このちょうどですね、サードストリートの、マクドゥーガルですか、マクドゥーガルね、ストリートのちょうどコーナーですね。ここからちょっと行ったところはブルーノートですからね。はい。
ビジオネス、なかなかいいお店でした。僕も何回かねセッションに来たことありますけど、はい、そんなわけで、はい、まあ何年まで続いたかちょっと後でまた調べてお知らせしたいなと思いますけど、はい、そんなわけでビジオネスでした。次はですね、バーネクスドアっていうお店ですね。これはちょっと地下に入ったところなんですけど、なかなかね感じのいいお店でね、僕も何回か演奏しました。まあそんな広いお店じゃないんですけど、食事がとっても美味しくてですね、なかなかね小粋なねいいお店です。ギタープレイヤーとかね、ピアノがないからギタープレイヤーが多かったかな。はい、ギター、ドラム、ベース、はい、あとトランペットの人とも僕やりましたけど、ちょっと名前ど忘れしましたけど、はい、そんなわけでね、なかなかね食事も美味しいね小粋なねいいお店です。今ねマネージャーとちょっと話したんですけど、今やっぱり残念ながらねコロナのあれで影響でライブミュージックは入ってませんが、そのうちまたね、コロナが落ち着いたらライブミュージックを復活させたいと、おっしゃってました。はい、そんなわけでね、期待したいなと思います。バーネクスドアでした。次はですね、カルロスワンっていうお店ですね。カルロスワン、これでジャズね、この辺だと思うんですけど、このビルにこれか、もう今中覗いたんですけど、みんななんか同じような作りになってるんでね、実際細長い店だったんでね、これなのかこれなのかちょっとあれなんですけど、お店はカルロスワンという店で、僕はここはねオーナーの人と本当仲良くさせていただいて、ね、息子さんもいい人でね、シーフードがとっても美味しい店でね、でカルロス2っていうのがねロックフェラーセンターにねレストランであったんですね。でこれはいいお店で、ここもねまあ80年代の半ば終わりぐらいからですかね、何年かやったんですけど、わずか数年でね亡くなりましたけど、いいお店でした。僕がルーさんのバンドで出たんですけど、クラーク・テリーもね出てましたね。でアーネスティン・アンダーソン、有名なねジャズボーカルのそのバンドも出てましたね。最後の方ね、だんだんお店がこうちょっとこうシェイキーになった時に、なんか服ちょっとお前のバンドでも出てくんねえかと言われまして、僕は実際と思ってドキッとしたんですけど、僕とですね前の奥さん横山静子さんとね、ベースはねちょっとねドアセンベースは誰だったかな、ベースはねそうだエシェットかな、エシェットオコンエシェット、そしてですね、サキソフォンがねサイド・アルカビアね、サイド・アルカビア元デューク・エリントンのね、名アルトプレイヤーですけど、彼が出てるね、静子さんのバンドでね、まあ、僕とのあれで出たのをよく覚えてますけど、はい、そんなわけでね、これ場所がですねちょうど6アベニューと8ストリート、ね、コーナーですね、はい、そこにありました。いいお店でした。本当シーフードが美味しくてね、はい、90年代の頭ぐらいですかね亡くなったのがね、残念ですけど、はい、そんなわけでカルロスワンでした。次はですね、カフェループ、はい、ここはですねかの有名なジュニアマンスがホームグラウンドで、ずっとここでねジュニアマンスがソロでやってまして、ソロでやって、その後ヒデちゃんがね入って、田中秀子さんがベース入って、バイオリニストのねみっちゃんがね道藤さんが入ってね、その前はねジュニアがねいろんなねジャッキー・ウィリアムスをゲストに入れたりとかしてね、なんか若い女の子のドラムを入れたりしてね、サックスも入れたりして、結構ね日曜日ジャズやってまして、はい、長いことやっておられましたね。でまあ残念ながらねジュニアマンさんが引退されて、その後はマークディバインと、ヒデちゃんが弾いてね、そんなわけで、そこでね、これはカフェループなんですけど、実はこのカフェループの前がスター&ガーターっていうお店だったんです。はい、スター&ガーター、これがなんとフィリー・ジョー・ジョーンズがここにしょっちゅう出てたんですね。僕はここで何回もフィリー・ジョーン見に来まして、ここでフィリー・ジョーンがね、はい、持っていけっつって僕にハイハットシンバルをくれた思い出の場所なんですけどね、はい、そんなわけでね、ここは僕は実際演奏したことないんですけど、思い出のね、
本当にあるいいお店でした。今はもう残念ながらねクローズしましたけど、はい、そんなわけです。カフェループ、そしてその以前がスター&ガータというお店でした。はい、でそんなわけです。で次はですね、あまり皆さんご存知じゃないと思うんですけど、ジンノっていうお店ですね。ジンノ、ここはですね、ジュニアマンスがもうしょっちゅう出ておられた店でね、あそこに看板がねアリスって書いてありますけど、あそこがジンノでした。どっちかというとやっぱピアノとベースのねデュオのお店だったと思います。はい、で食事がすごく美味しくてですね、はい、いわゆるもう名前の出てるねピアニストはほとんどここで演奏したと思います。はい、このデュオのお店っていうのは結構ねニューヨークにたくさんありまして、例えば次回またご紹介したいんですけど、ブラッドリーズとかね、ニッカボッカーとか、今日はそっちの方行けないんですが、あとまだありますけどね、本当デュオのお店たくさんありました。はい、でここはねもういわゆる僕がそのジンノに来た頃はまだこのスター&ガータっていうお店でね、カフェループの前なんですけど、そんなわけでここもね、何回も僕も聞きに来ました。はい、いいお店でした。特にね食事が美味しくて、多分ね、イタリアンだったかな、なんかそんな感じだったと思いますけど、美味しいね、素敵なお店でした。はい、そんなわけで、ジンノをご紹介しました。ちょうどここはですね、13ストリートの6と7、6アベニューと7アベニューの間ですね。はい、ジンノというお店をご紹介しました。はい、じゃあまた。